今こうやってロールベーラーを清掃してたわけですが、こうやって見るとこっちが駆動系って言えばいいのかな。 PTO とかの回転とかのこのベルトがあったり、下の方もね結構チェーンでガチャガチャするようになってて、こっち側が制御系。これなんか一番大事そうなコントロールパネルとゲートオープンとかロックとかって、やっぱねこういう清掃何が大事って、単純に錆とか防いだりとかそういうメンテもあるんですけど、よりね機械のこと知れるんで大事かなと。浅いね。はい、ということで今日はこのロールベーラーの掃除をしてました。これね、ここはこの油圧っぽいので止まってて、後ろはちゃんとピンというか棒で支えしているので、この停車中でも安全。こういうね機械系はその大体支えあるんですけど、それに挟まれて事故ってことが本当によく起きるので、清掃だったり修理の時はそれをちゃんと締めてやるようにしましょう。なんかそれに関しては人に注意喚起っていうよりも、それを通して山城自身もねそういうボンミスをしないようにみたいな自戒の意味も強いですね。でこうやって山城ファームでは、山城ファームに限らずどこの農場もそうだと思うんですけど、シーズンの終わり、うちだと稲刈り終わって3番草終わると、もうそこから先冬になっちゃうので、ほとんどの機械は使えないんですよ。なのでこうやって最後掃除をして倉庫にしまうんですけど、掃除がやっぱ機械にとっては一番のメンテナンスなので、この部品消耗してるなとか、ちょっとベルト緩んでる、ここなんか変な減り方してるなとか、なので1年の最後にね、最初もちろん開けてメンテというか見るんですけど、こうやって1年の最後はやれるとこ、やっぱでも機械系こうやって油汚れ多くてどうしてもやりきれないところが多いので、それっぽくになってしまうんですけど、それするのとしないのじゃモチベーションだったり機械に対するありがたみ、ぶっちゃけ現代農家はこの機械がないと働けない、お金稼げないぐらいに機械に頼ってるので、そういう意味でねマインド的にもで、なんとなく海外の人をあんま機械のメンテしなくねみたいな、機械簡単に壊れんじゃんってありますけど、簡単に壊れるからこそね海外の人たちは自分でやれるスキル高いですし、その YouTuber の動画見てるとトラクター乗る前毎回このエンジンオイルの量確認したりしてるんですよ。それ見て、いや俺よりやってんじゃんみたいな、そんな毎回エンジンオイル確認してる農家そんないるってぐらい、海外の YouTuber だと毎回点検してて、やっぱそこら辺も国土が広い国とかだと、アメリカの見てるからですけど、アメリカだと万が一壊れちゃうとここから先の修理が時間かかって、で日本みたいに狭くないからすぐ修理にも来てくれなくてとか、そういうのがあるんだろうなと思いながら見てます。今年はね他の地区わかんないですけど、藁があんまり
もう少し取れるかなと思ったら、意外にその天気悪い時が続いて、藁上げられなかったんですよ。サクッとその藁上げる条件を話すと、ある程度乾燥続いて藁が乾いてる。あとは、田んぼがやばくないが結構大事で、全部トラクターで入って反転、収送、ロール、運ぶとかやるので、田んぼが柔らかいと機械はまっちゃったり、はまんなくてもその重い機械で入っちゃうと輪立ちができたり、そういうので作業がはかいかないので、柔らかい田んぼじゃダメなんですよね。うちのそっち側の田んぼとかだと、うちの林の日陰になって乾きづらくて、それでなかなか上げてないところが多かったり。で、あとはその長年の農家さんの経験で、この田んぼはどうやったって秋は抜かっちゃうから、最初からもう短く来てあげないぞっていうのもありますし、そう、コンバインで短く長くっていう設定ができて、一応短いのも集めれるんですけど、集める効率とか落ちちゃうので、基本藁上げするところは長く切ってるんですよ。そういう調整とかを経験則とか上げる上げないでやったりするんですけど、これから先の天気とか作業の進捗状況とかね。で、藁全然っていうか普通に使う分は上げたし、今年は暖かかったので3番草が想像以上に取れたんですよ。なのであんまり藁上げる必要もなく、サクッと終わってますね。で、今11月6日で、ちょっと話飛ぶんですけど、今年めちゃくちゃ暖かいね。今日午前中用事あって富谷っていう仙台の左上の方のエリア行ってきたんですけど、その時に温度計があって午前中見たら22度。この時期に22度って何？今も上着着てますけど、これ別にシャツ1枚でもできるぐらいの気温だから、もう今年わけわからんね。田んぼとかいろんなところも見たことない雑草生えてきてるし、普段だったらもうこの時期は涼しくてそこまで花咲いたりしないのに咲いてたりとか、なんかね、マジで異常な年。山城ウィンタースポーツ楽しみで早く雪降ってほしいんですけど、今年本当にスーパーエルニーニョで全然雪降んないとかになっちゃうんじゃないかなっていうね、心配もしております。はい、一通りさらっと掃除して、これ以上あと、細かいとこだったり、ちょっと水分残ってるんで、この後ブロワーで飛ばすんですけど、先にこのニップルっていう、潤滑油こういうところに刺すところがあって、刺すことでその、オイルが入って摩耗しづらいとかね、滑りが良くてちゃんと使っていけるところが、こっちだと4箇所ぐらいあったので、ちょっとそこに、カチッ、シュッシュッってやっていきます。そう、こっから入ってこの中のところにね、オイルが注入されるとこうやって出てくると。この下も刺して、で、詰まってたりするとこの根元から抜けてくるんですけど、これ良くないので、ちゃんと圧かかるとこっちから抜けてきますね。よし、次。はい、とりあえずニップルさせるとこ刺して、多少ねこの蓋閉めないと刺さんないとことかあったので、そこ以外は全部刺して、反対側もね。で、あと最後にこのブロワーでささっと取って蓋閉めて側をね綺麗にしたら終わりです。気長にやっていきます。これね、この清掃中の安全ロックで、これ見ると、閉じるときは中に人がいないこと確認後、ゲートロックを外し、1枚あるか、ちょっと取っていくか。よしよし、これなら全ていいでしょう。はい、じゃあまずは
ピンがねどっかにつくはずなんだけど、ああここね、お前ねお前。でロック上がんなくて外れないよと。開ける。二重ロックだね。こっちの物理的とこっちの油圧かちょっと分かんないけど、バルブで。よし、ここも閉めていいでしょう。今年も頑張ってくれました。はい、あとはこの側をブロワーで拭いてほとんどゴミ飛ばして、あとね汚れ目立つところは水拭きしたいと思います。まあね、もうこれでほぼほぼおしまい。あとはね体裁整えるだけなので。清掃冬支度で、冬支度とは言うものの、今11月6日でこの気温まだ15度ぐらいあるんじゃないかな。今4時半とかならないぐらいな気するんですけど、この暗さなんかね、体がこの気温とこの日暮れの速さにねずれてて追いついてない。今年本当に暖かくて、まあもうちょいしたら一気に冷えるって言うんですけど、ここ最近暑すぎて、こんな暖かいのにもうこんな暗いみたいな、そういうちぐはぐな季節感やばいね日本。農業どうなっていくことやら。今までその一目惚れとかそういう品種って冷夏に強い品種だったんですよ。昔その不況の時に全然お米取れなくて不況になったので、万が一寒くなってもいいようにみたいな品種だったんですけど、まあ、いろんな長期予報とか見てもこれから冷夏になることはまずないだろう。だったらむしろ異常気象で暑い日の方が多いだろうみたいな状況にもなってて、まあね、いろいろ変わっていかなきゃいけないのかなと。農家も臨機応変に、今までは10年20年スパンだったものが数年単位で変わっていく時代になるのかなとも思ったり、そんなねいろんな雑多なことを考えながら生きてます。じゃあまずはこんな感じで締めましょう。以上、山城でした。もいもい。ちょっとそのうち東京の話もしたいわ。